皆さんこんにちは、ひなです。今回はですね、レシピ動画ということで、ブルーベリーマフィンの作り方を紹介していきたいと思います。レシピ動画を作るのが初めてで、ちゃんと伝わるかわかんないんですけど、レシピはブログにもね、載せるので、そちらもぜひご覧ください。ということで、Let's get started!材料はこんな感じで、小麦粉、オートミール粉、砂糖、ブルーベリー、バニラエクストラクト、レモン、卵、ベーキングパウダー、塩、ココナッツオイル、豆乳となります。豆乳とココナッツオイルなんですけど、ココナッツのね、香りが苦手な人は、普通のベジタブルオイルとか、カノーラオイルでも大丈夫です。私はね、ココナッツが好きなので、ココナッツオイルを使ってます。で、あと、豆乳は普通の牛乳でもいいし、アーモンドミルクとかね、他のお好みのミルクをお使いください。ステップとしては、まず、オーブンを400度で温めます。で、温まってる間に、まず粉から混ぜていくんですけど、これが小麦粉と、これはオートミールをブレンダーで細かくしただけのオートミール粉っていうのかなと、お砂糖ですね。これをボウルに混ぜていきます。で、ここにベーキングパウダーとお塩も入れていきます。お塩は本当に一つまみ。ベーキングパウダーは小さじ2入ります。で、これを簡単にね、混ぜていきます。ブラウンシュガーはなければ普通のお砂糖でも大丈夫です。だいたい混ざったら、横に置いておきます。で、別のボウルに次は液体物を入れていきます。まずは卵を1個、あとはお好きなミルクを1/2カップぐらい、あとはお好みのオイルが1/3カップ、80ミリぐらいですね。あとはバニラエッセンスをちょびっとですね。なんか目分量で入れちゃってるんですけど、小さじ半分とかかな。で、これをよく混ぜます。これね、寒いところだとココナッツオイルって固まっちゃうので、これは溶かしてから使ってください。そういう時は湯煎で溶かすのもいいと思います。これでね、しっかり混ぜていきます。あと私はさっぱりした方が好きなので、レモンをね、小さじ1ぐらい入れます。で、あとはこの混ざった液体のやつをさっき混ぜておいた粉物の方にね、混ぜていきます。マフィン作る時ってさっくり混ぜる、こうぐるぐるって混ぜるんじゃなくって、フォークとかスプーンとかでこうさっくりね、混ぜる方が美味しくできる気がします。で、あとはちょっとずつこの液体の方を混ぜていく。どうだろう、でも私も別にお菓子の専門家じゃないんで詳しいことはよくわかんないんですけど、自分で作るときはそうやってて、まあ毎回ね、美味しくできるからいいかなって感じで。結構このレシピだともってりしたっていうか濃いめの生地になります。なんかパンケーキみたいにトロトロにはならなくて大丈夫です。ただなんか混ぜにくいなっていうぐらいだったら、ミルクの量を増やしてもいいかと思います。で、グルテンが気になる人は、グルテンフリーの小麦粉を使えばいいかなっていう感じですね。グルテンが入ってないとパサパサしちゃうっていうか、このマフィンのもっちり感っていうのは出にくくって、だから私はオーツの粉と小麦粉をね、半々ぐらいで入れてます。で、こんな感じでだいたい粉と
液体が混ざったらここにブルーベリーを入れていきます。ブルーベリーはね、洗ってさっきちょっと乾かしておきました。これをバーってブルーベリーを潰しちゃわないように包むようにね入れていきます。やっぱり一人暮らしだと果物とかいっぱい買っても食べきる前に腐っちゃうみたいなこともあると思うんですけど、こうやってねお菓子にすることで大量消費できるんで、食材がねピンチになった時もお菓子作りはおすすめです。自分でお菓子作る方が何が入ってるか知ってるから安心だし、お砂糖の量とか油の量も自分の好きなように調節できるので安心だなって思います。全然外のねおやつも食べるし、なんなら外の方が甘くて美味しいなって思う時もあるんですけど、で私すっごい甘党なんですよ。だから定期的に甘いものが食べたくなっちゃうので、そういう時にちょっとでもねお砂糖の量を減らそうと自家製のねおやつも作り置きしておきます。はい、こんな感じでねブルーベリーが均等に混ざりました。でここからこのマフィン型にね今の液を入れていきます。これはシリコンでできたマフィン型でね再利用できるやつです。これは耐熱なんでオーブンも大丈夫です。これでフォークを刺してね火が通っていたら完成です。はい、ということでねこれがマフィンのレシピでした。なんか結構材料さえあればすごい簡単にできるのでね、ぜひお家でもトライしてみてください。これ熱が冷め切った後だったら冷凍保存もできるので長持ちもします。もしももっと甘くしたい人はお砂糖の量増やしてもいいし、あとはブルーベリーの代わりにチョコチップを入れても美味しいです。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。これからもねレシピ動画みたいなの出していこうかなって思ってるんですけど、リクエストなどあればぜひコメントください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。